世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオパーソナリティの株式会社ブック代表樋口清則です。そしてはい、株式会社古典の深井龍之介です。そしてはい、同じく株式会社古典の楊英氏です。はい、よろしくお願いします。僕ヤンヤンさんと呼んでますけどね、楊さんのことは。ありがとうございます。いやよろしくお願いします。ですね、このラジオはですね、歴史を愛し歴史の面白さを知りすぎてしまった深井さんこと龍之介さんを代表とする株式会社古典の方々と、歴史に関しては全くの素人、もう歴史弱者と言ってもよい、私樋口清則が、歴史上の人物や出来事を半笑いで学んでいく世界の歴史キュレーションプログラムですと。要するに学校の授業ではね、なかなか学べないというか、やっぱ学校の授業で結構硬いというか、先生が黒板で教えるみたいな、でもそういう学校の授業で教えてくれない国内外の歴史の面白さみたいなものを学んでいこうっていうラジオなんですけども、今回はなんと記念すべき第1回ということでございまして、前回というか、プレイで1回やったんですよね。遊びというか楽しかったです。第0回ということで、もうそれがやっぱあまりに楽しすぎて、大人たちが本気で遊び始めてしまったっていうそうなんですよ。だからもう僕は本当偉そうに伝えたいとか言ってますけど、ぶっちゃけ僕が楽しみたいだけでやってるっていういやもうありがとうございます。いやということなんですけども、実際さっき僕言いましたけども、僕自身正直歴史が大の苦手だったというか、暗記ばっかりのイメージなんですね。その辺ってお二人はどう？いや僕らもね、学生というか中高生の時別に好きじゃなかった。好きじゃなかったですね。全然だって面白くないですよね。僕世界史も授業で選択しなかったし、マジっすか？歴史といったらもう当時はね、もう本当受験を通すための暗記物っていうイメージしかなくて、全然好きじゃなかったですよ。あ、マジっすか？年代覚えてね。そう全然面白くない。全然面白くなかったです。それどっかで好きになっていったきっかけがね、きっかけみたいなのあるんですか？ある、そうですね。僕の場合だと結構特殊で、大学の時に歴史が嫌いなまま大学で入って、である時その学校の学校というかとある所属してた活動の団体からですね、団体の先輩からある集会に誘われたんですよ。団体もう怪しい匂いしかしないですよ。いや僕も何も知らずについていったら、それがなんと結構保守っていうか右寄りの団体のセミナーがあって、でいろんな人が前に出て歴史の話をするんですよ。でも面白かったんですよね。で後で考えたら、もう彼らが話してたのはその暗記の歴史じゃなくて、その人のドラマやったんですよ。なるほど。今いいこと言いましたね。面白かったですね。内容はちょっとあれでしたけど面白かったです。でも今めちゃくちゃいいキーワードが出たと思うんですけど、結局歴史って物事の暗記でただ客観的に捉えるだけじゃなくて、それって人が動かしてて、そこにドラマがあってストーリーがあるっていうことっすよね。なるほど。ちょっとそれでちょっと興味湧きました。そうです。それでもうそれから歴史を勉強し始めました。歴史って暗記物だと思えば全然気が進まないですけど、人のドラマだと思えば面白いな。本当シーズン1シーズン2みたいな本当そんな感じです。全部つながってるから。そうっすよね。でもよう考えたら大河ドラマとかも本当に歴史をドラマにして面白おかしくやってるってことなんで、そういったものと思えばだいぶスッと入りやすくはなりますね。じゃあ早速最初のコーナー行ってみましょうか。はい。ヤバ偉人列伝。さあもう初めてのコーナーなんですけどもヤバ偉人列伝ということで、このコーナーはですね、歴史に名を刻んできたあなたの偉人たち、さぞかし立派な人物なのだろうと思ったら大間違い。偉人なのにヤバい、むしろ偉人だからヤバい、そんなヤバい偉人、通称ヤバ偉人を紹介するコーナーとなっておりますといきなりもうヤバいコーナーがヤバいって何回も言ってる。ヤバい本当にヤバいので僕は知ってますけど、僕の目の前に座ってるこの2人が一番ヤバいということなんですけどもそんなヤバいお二人からじゃあ紹介していただくヤバい偉人、じゃあ龍之介さん、記念すべき第1回のヤバい偉人はどなたでしょう？ヤバい偉人1回目は吉田松陰です。吉田松陰ですよ。みんなが知っている。名前は知ってます正直。
で、まあ、僕幕末だけは好きだったんでなんとなくは知ってるんですけど、ただなんかまあ僕のイメージですよ。まず簡単に言うとなんかこう先生をすごいやっててめちゃくちゃ立派でこう本当になんかこう素晴らしい人物みたいな、日本を変えた人物っていうイメージなんですけど、なんかやばいっていう要素があんまり分かんないですね。いやまあ、実際素晴らしい人なんですけど、まあちょっと一回ちょっと当時の時代背景みたいなのを簡単に説明すると、当時アヘン戦争が清で今の中国ですね、清であって西洋の列強にこう中国がボロボロにもうボッコボコにされて、香港とか取られたりとかしてっていう情報がちょっとずつ実は日本に入ってきてたんですよね。で鎖国してた日本もなんか自分が尊敬してたこう中国がボコボコにされたぞみたいなすごい危機感がある中で、ついにこう黒船が本当に来ちゃって、マジで自分たちも侵略されちゃうのかなみたいな、そういうようなこうまあなんかエイリアンとかゴジラ来たみたいなぐらいのもう危機感の中で、その吉田松陰っていう人がまあバーってこう出てきて、この人はまあ今の山口の萩の生まれでですね、まあ下級武士のそんなになんか価格も高くないところなんですけれども、まあそこの吉田松陰がたった1年半ぐらいかな、塾を開くんですよ。松下村塾っていう。松下村塾って1年半なんですね。すげえ短いですよ。1年から2年ぐらいの間で全然もうたったそれだけの間にその周りの村の子供、萩の村の子供を集めて教えてたら、その人たちの中から総理大臣が2人、大臣もね確か 4,5 人ぐらい、そっから出てくるんですよ。萩から出るん？萩から出てくる。その人たちがその日本を変えていく。その後の日露戦争とかもその人たちが主導でこう変えていくっていう、まあ、奇跡が起こるんですけど、まあ、明治維新自体がすごい奇跡だからですね。すごい素晴らしい人なんだけど、そうですね、めちゃくちゃイカれてるんですよ。だってそれだけ聞いたらただただ立派な人としか僕イメージは分からないですけど。ということでじゃあまずその第一のヤバポイントっていうものは何でしょうか。どうぞ。吉田松陰は暴走っぷりがやばい。暴走っぷりがやばい。暴走っぷりが暴走しちゃうんですか。松陰めちゃくちゃ暴走しますよ。はい。どういうことですか。とりあえずね、なんか何回も逮捕されてる。犯罪者なんですか。犯罪者です。犯罪者で逮捕されて自宅窒居中に開いてるのが松下村塾なんです。そもそもが犯罪者の時に開いてるのがもうそうなんすね。だから前科持ちの先生が生徒たちを教えてるんですよ。ちょっとヤンキー先生が教える。まあだからやばいエピソード、まあ暴走してるエピソードっていっぱいあるんだけど、一回どうしようかな。ヤンヤンから言って。まあ暴走エピソードいろいろ本当いろいろあって。でまあ一番僕らの中でもう一番そのでかい暴走エピソードっていうのは、まあ当時の老中っていって、まあ、今の首相、大臣みたいな結構偉い幕府の役職の人を暗殺しようというふうにこう言い始めて、生徒たちに「お前らも一緒に暗殺しに行こうぞ」というふうに焚きつけようとして生徒たちからドン引きされるという。だってもう要は今で言うと「安倍やるぞ」っていう。そうそうそう。安倍個人名出したらやばいっすよ。今で言うとですよ。そういうことですよ。だからもう普通にテロなんですよね。でしかもこう先生として今からちょっと首相をちょっとぶっ殺しに行くんでというふうに言うだけじゃなくて、当時彼がいた萩って長州藩だったんですが、長州藩に普通にちょっとテロを起こすんで武器くださいというふうに普通に言いに行く。堅調に言いに行くわけですね。そう顕著に言いに行く。ちょっと武器くれと。それでその長州藩もビビると。そんなんだって加担したことになりますからね。そう死罪ですよ。みんなドン引きしちゃうんですよ。止められるんです全員から。危ねえ。そう止められるよね。だからそうね、このヤバさどうやったら伝わるかな。弟子に高杉晋作っていう人が知ってますよ。この人も本当に尖った人なんですよ。もう何も
ロックンローラーのパンクもどっちもできるみたいな、すっごい尖った人からめっちゃ止められてるのが面白いんだけど、その面白さはどうやったのかなるほどっすね。だから当時でもやばいとされてる人ぐらいもやばいと思うぐらいやばかったってことですね。もうそうなんで、もうね、だってその師匠がこの暴走しようと生徒たちが知って、で手紙を送るんだよね。師匠マジ落ち着いてくださいと。でその手紙が普通の手紙じゃなくて血板状つってもうみんなでこう血のりを手紙につけて「生徒一同ですマジで先生落ち着いてください」というふうに送る。でそれで落ち着くような方やったんですか？そのいや全然落ち着かない。やっぱり逆ギレした。まずじゃあヤバポイント1個目で言うと、ということはテロを計画するっていう。そう計画する。なんか止めらんないんですよこの人は。なるほど。吉田松陰はこうやりたいこととかやるべきだと思ったことをストップさせることができないから。だからそうね。だからこの時も少なくとも今じゃないよって全員が止めてるんですよ。絶対今じゃない。今決起しても絶対吉田松陰が考えてることを達成できないよ。みんなに止められるけど、いやもう時期とか考えないから。いつが一番いいとかじゃねえだろみたいな話ですよ。お前らは自分たちの成功だけ考えてるんだろう。俺は自分の誠を貫くぜっていうふうに言う人逆ギレしてる。でもやばいもそこまでいくとかっこいいっすね。なんで合理的に判断してるのお前ら。そうことを言うんです。なるほど。そんな感じです。いやいいですね。片鱗見えますねすでに。ヤバポイント。ちなみにまだまだあるんですかヤバポイントは？まだまだあります。じゃあちょっともう一個ぐらいいっちゃっていいでしょうか？はい。じゃあヤバポイント暴走ですか？暴走ポイントは脱藩だな。脱藩は脱藩ってね、そうですね。吉田氏結論から言っちゃうと脱藩したことがあって、最初の犯罪なんですけどね、それが彼が犯した。脱藩って確か結構すごいあれです。だから本当に不法出国です。ですよね。当時からすると当時そうね、結構もう本当に下手したら死罪みたいな罪なんですけど、その吉田松陰は何歳で脱藩、なんかすごい若い時に22歳か23歳ぐらいいきなり脱藩しちゃうんですよ。で脱藩してそれでそれまで兵学教授みたいな役職もらってたんですけど、侍として結構いい感じの職もらってたんだけど、それ失って無禄になっちゃうんですよね。無給になっちゃうんですけど、その脱藩した理由がすごいんよ。理由がすごいね。いや理由がなんかもう脱藩するぐらいだったらもうすごい大きななんか理由だっていうふうに思われるかもしれないですよ。ただ単に友達との約束が間に合わなかったから。どういうことですか？どういうことですか？東北かなんかで待ち合わせしてたんですよ。旅行行こうぜ。旅行行こうぜ。旅行こうぜ。で事前にすごい手続きしないといけないんですよ。藩を離れる時って。パスポート申請とか理由もすごいちゃんと説明しないといけないしみたいな。でそれ確か申請してたんだけど、間に合わなくて、出発日そう間に合わなかったんですよ。通行手形出なかったんですよ、パスポートが。そしたらその吉田松陰がその男と男の約束をマジでもう本当破るぐらいだったら俺死ぬみたいになって、それで脱藩してもう最悪家族に迷惑かけるけど脱藩するって言って脱藩して待ち合わせ場所に行くっていう。いや危ねえ。それが貫いた誠やったんですか？もう今で言うとそのパスポートなしで友達の約束を守るために海外渡航するようなもんだから。危ね出国審査を全部スルーしてね。いやそれだってもう揉めますよね。あれ松陰はってなるわけですよね。だいぶその藩が長州藩が焦ってで後で知ったら要は友達との約束を守るために脱藩したっつってもうだいぶ呆れ返ったようでバカじゃないのみたいな。いややばいっすね。なんかちょっと
吉田松陰のやばさがかなりだいぶ伝わってきたということでございますけども、まあ残念ながらちょっとそろそろ時間の方がなくなってきたということで、そうなんですよ。いやもう結構今ですね、もう10分ぐらい喋ってますよ。早いね。いやでも多分まだまだヤバポイントねあるかと思いますけども、まあ2つ目以降のヤバポイントっていうのはまあ次回以降にご紹介いただきたいと思っております。はい、ということでございまして、エンディングでございます。どうでしたかね第1回目。いやまだ全然喋り足らないですね。なんかもう2人の圧がすごすぎて、あれも喋りたいこれも喋りたいっていう。いやそうね、吉田松陰のヤバさをどう伝えるかって結構ね、まあですね、いやでももうすでに結構僕は伝わってると思うんですけど、まあでもまだまだあるということで、まあね次回以降まだまだ吉田松陰について僕お話聞きたいと思ってるので、よろしくお願いしますということでございまして、とりあえず古典のお二人今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。古典ラジオでした。それではまた次回、バイバイ。はい。